折り紙で作る簡単に作れるコスモスの花の飾りの作り方をご紹介していきます。それでは作っていきます。まずは花びらから作っていきます。まずはこの折り紙をひし形に向けまして、で、三角に半分に折ります。半分に折ったらこれをまたさらに半分に折ります。折ったら上下を変えまして、で、手前の1枚ですね、こちらを広げて、で、ひし形になるように上の部分を折ります。はい、こんな感じです。そうしましたらこれを裏返して、裏側も同様に、膨らませまして、そしてひし形になるように折ります。はい、ここまで折りましたら、これの上下を変えまして、で、右下の辺ですね、こちらを真ん中の方に向けてこのように折っていきます。折ったら反対側もですね、左の方も同様に真ん中の方に向けて折ります。折ったらこれを裏返して、で、裏側も同様に真ん中の方に向けて折っていってください。ここまで折りましたら、これをまたさらに半分に折ります。はい、ここまで折ったら、今度はこれをハサミで切っていきます。切り方につきましては、このようにですね、少し弧を描くような感じですね。で、それを、ギザギザに切ってみてください。なので、ハサミでこう物を動かしながら、先端の方をギザギザさせながら切っていきます。はい、こんな感じで切りました。で、切ったらこれを開いていきます。まずは半分の状態から一旦開きまして、で、これをですね、手前の方、このように閉じてますんで、開きます。で、裏の方も同様に手前の方にありますんで、これを開きます。そうするとこんな形になります。で、この状態でまたさらに切っていくので、手前に向きを変えまして、この頂点の部分、これの間のこのへこんでいる場所、ここにハサミを入れていきます。ちょうど折り筋があるので分かりやすいかと思います。これを真ん中中心の方に向けて、切り込みを入れます。奥の方はだいたい2センチぐらいあればいいかなと思います。で、もう片方、こちらの方も同様に切り込みを入れていきます。長さにつきましては先ほどと同じですね。で、切り込みを入れましたら、これを開きます。開きますと、このような形のものが出来上がります。で、続きまして、この1枚の花びらのこの角の部分ですね、こちらを、指で軽くこのように裏側にくるりと丸めてみてください。こんな感じですね。これを、両サイド同様に行いますと、こんな感じの見た目になります。これをですね、他のものも同様に行ってみてください。簡単に丸められますので。はい、こんな感じですね。他のところも同様に丸めますと、こんな感じの見た目になります。もちろんこの部分をですね、ハサミで切っちゃっても大丈夫ですが、お好みでやってみてください。では今度はですね、真ん中の部分を作っていきます。こちらの真ん中の部分を作るのですが、綺麗に作りたい場合はですね、この切り込みを入れていないところの長さを測っていただいて、それでコンパスなどを使って円を描いて、それで切っていただければ綺麗に作れるかと思いますが、今回はですね、簡単に量産するためのものでやっていきます。まずは折り紙を半分に折ります。折ったらさらに半分に折ります。半分に折ったらこれをまた三角にですね、半分に折ります。半分に折ったらこれをまたさらに半分に折ります。はい、こんな感じです。あとはこれにちょっと鉛筆で描いていきます。このままの状態で描いてもいいのですが、もしもですね、何かしら丸いもの、円形のものがあれば、それを置いていただいて、で、それで、こう描いていただければと思います。はい、こんな感じですね。あとはこれをハサミで、ギザギザさせながら切っていってください。
はい、これで開きますと、同じようなものがですね、4枚出来上がります。あとですね、この作ったものを先ほどの花びらにこう当ててみまして、で、もしもですね、ちょっとサイズ大きいなと思われた場合は、これをもう一回畳んでいただき、で、ハサミでですね、もう一回、若干ながら小さくして切ってみてください。で、切ったらこれを当ててみて、で、またサイズの方を確認してください。問題なければ、これの裏の方にボンドを塗りまして、で、これを貼り付けます。はい、こんな感じです。で、これで花びらの方が出来上がりましたので、次は葉っぱの方を作っていきます。まずはこの折り紙をひし形に向けまして、この状態で、三角に半分に折ります。折ったらこれを、ハサミで切っていくのですが、このような感じでですね、木の枝を描くような感じで、ハサミで切っていってください。はい、切りました。もしもですね、丁寧に使いたい場合は、写真などを見て、それで、作っていただければと思います。で、こちら開きますと、このような感じのものが出来上がります。で、今度はですね、この葉っぱの根元あたり、こちらに、ボンドを塗ります。色がついてる側ですね。そしたらこの花の方を、だいたい真ん中あたりに向けて、接着します。裏返しますと、こんな感じで貼り付けました。真ん中でもちょっと出てるような感じですね。この位置につきましては、実際に重ねてみて、それでここがいいなと思ったらボンドで接着して貼っていただければと思います。はい、これでですね、簡単に作るコスモスの花の完成になります。いかがでしたでしょうか。今回はですね、サイズとしてコスモスの花としてはサイズは大きいのですが、壁面飾りなど、壁をですね彩るのにはちょうどいいサイズなのかなと思います。結構ですね、花よりも葉っぱが存在することによってですね、コスモスらしさが出るかと思いますので、ぜひ葉っぱの方も作ってみてください。それでは今回ですね、簡単に作るコスモスの花の飾りのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。